現在 TVer で見られる過去作と新作 BL ドラマの話です。このチャンネルは BL の話ができる友達がいない私の備忘録です。こんにちは、K です。 TVer では定期的に過去の作品を見られることがありますが、2025年12月現在見られる BL ドラマの過去作があるので、その話と合わせて新しくスタートする作品の話をしようと思います。間もなく始まるシーズン2の前にコスメティックプレイラバーをおさらいしている方もいらっしゃると思います。楽しみですよね。 TVer では期限付きで消えてしまうので、他に FOD、Amazon プライムビデオ、Hulu、Unext など完全版が見られるサービスがあります。続編の制作をしてくれるほどに人気だったこのドラマは、ビューティーアドバイザー、メンズ BA2 人の話。生意気でクールな後輩 BA の佐橋斗真役に豊田雄大さん、超真面目でピュアな先輩 BA の間宮夏目役に奥野壮さん。シーズン2の撮影前、実際に2人が1週間ほど一緒に暮らしていたという、リアルに同棲していたという話に、さらに自然な仲の良さが見られそうでニコニコしてしまいます。前作では出会いから甘い同棲生活までが描かれていて、シーズン2では夏目と斗真のそれぞれが仕事でステップアップしていく中で、ぶち当たる壁や今後の人生について考えていく展開に。そしてまさかの遠距離恋愛の危機、2人の恋愛模様や仕事、家族の問題がどのように変化していくのか、新たなキャラクターたちも登場するシーズン2は2026年1月15日木曜日からフジテレビにて放送開始。12月25日から FOD にてノーカット版第1話を独占先行配信予定だそうです。原作は奈良島幸先生の大人気コミック。現在9巻まで発売されています。連載ではすでに最終回を迎え、2月には10巻と短編集が発売予定とのこと。ドラマ CD が2巻までしか出ていないのが残念な作品です。このドラマ CD 版で佐橋斗真役を演じている声優の伊藤健人さんの出演作品が始まります。久しぶりの BL アニメ、異世界の沙汰は社畜次第。働けば働くほど異世界で恋愛フラグが立つ。氷の貴公子×公立中サラリーマンが織りなす異世界 BL。 原作は矢月若津先生による小説、イラストは大橋吉花先生、また彩り和樹先生によるコミカライズ版も発売されています。大人気の異世界 BL 伊勢シャチ。私は小説版しか持っていませんが、アニメで楽しみたいと思っています。キャストは近藤誠一郎役に伊藤健人さん、アレシ役に前野智明さん、ノルベルト役に山下誠一郎さんなど豪華声優陣が名前を連ねています。エンディングテーマはシーロ役の森崎ウィンさんが担当するとのこと。みそじ目前のサラリーマン近藤誠一郎はある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。昼夜を問わず働き続け、社畜根性が染みついていた誠一郎は異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。経理課の立て直しを進める忙しい日々の中、誠一郎が手に入れたのは疲れが吹っ飛ぶ栄養剤。栄養剤のおかげで元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に。助かるためには魔力のある人に魔力をなじませてもらう必要があり、氷の貴公子と呼ばれる第三騎士団団長アレシュに身を委ねることになるが、という話です。地上波では2026年1月6日より東京 MX や BS11 アニメ専門チャンネルの ATX などで見られます。配信は Hulu、Unext アニメ放題にて、さらに1月11日より FOD、Amazon プライムビデオ、D アニメストアなど各配信サイトで順次開始されるので、興味のある方は公式サイトより詳細をご確認ください。他にもいくつか TVer で再配信されているので名作を紹介します。特に現在 BL 初心者にもおすすめの作品が見られます。これは私がハマった作品の一つ、日だまりが聞こえる。原作は文野由紀先生の大人気コミック。ドラマは日だまりが聞こえる、日だまりが聞こえる幸福論を実写化したもので、さらに原作の世界は続いていて、リミット3巻、
春夏秋冬、今年は最新作の4巻が発売されました。浩平と太一の人生とお互いのことを大事に思いながらのんびり進む2人の恋愛に引き続き原作を楽しみに追っています。 BL 初心者にもおすすめのこの作品は、難聴によっていつしか人と距離を置くことが当たり前になってしまった大学生浩平役に中澤元樹さん、明るくまっすぐな性格の同級生太一役に小林虎之介さん、正反対な性格の2人をつないだのは、聴覚に障害のある生徒に講義内容を伝えるボランティアノートテイク。難聴になって以来、人と距離を置くようになってしまい、一人静かに過ごしていた大学1年生の杉原浩平。そんな時に出会ったのは、明るくまっすぐな性格の同級生佐川太一だった。お腹を空かせていた太一にお弁当をあげたことがきっかけで、太一は浩平のノートテイクのボランティアを引き受けることに。土足で浩平の心にずかずかと踏み込んでくる太一の性格に、いつしか居心地の良さを感じるようになった浩平との出会いで将来進む道を見つけていく太一。ノートテイクを介してつながってゆく不器用な2人の心を繊細に描いた切なくも儚いヒューマンラブストーリー。太一の声だけはよく聞こえる浩平、それが聞こえなくなるのは嫌だな。 BL としての進みはゆっくりですが、涙のストーリーに引き込まれました。以前紹介した私のベスト作品の一つです。主演2人の他に横役の宇佐拓磨さん、安役の夏木由美さん、25時赤坂でシーズン2でも大活躍でしたね。魅力的なキャスト陣が揃っているこのドラマは、現在 TVer の他に FOD や UNEXT でも全話配信されていますので、まだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。次に紹介するのは消えた初恋。これは可愛い話でしたよね。私は原作を知らないのですが、ドラマ版を見ました。ひねくれ渡先生による原作とア子先生による作画のコミックは9巻で完結しているようですね。 BL にカテゴライズされていない作品ではありますが、初心者向けの BL と言って良いのではないでしょうか。青木役は道枝駿佑さん、井田役は目黒蓮さん、他に橋本役に福田理子さん、相田役に鈴木仁さん。青木は隣の席の橋本さんに片思い中。しかし橋本さんの消しゴムを借りたら、同じクラスの男子井田の名前が。しかもその消しゴムを持っているところを井田に見られてしまい、井田は青木が自分のことを好きだとまさかの勘違いが始まる。実は橋本さんが好きなのは井田ではなく相田だったというオチの先に、2人の関係がどうなるのか、ちょっとおバカで最高に一生懸命な初恋物語。キュンキュンするラブコメですね。現在 TVer で見られる他にテラサ、UNEXT、テレ朝動画で配信されています。まだ見ていない方はぜひチェックしてみてください。次に紹介するのはシュガードッグライフ。これも現在 TVer で見られます。原作はより子先生によるコミック。私は原作未読です。天然たらしなおまわりさん、天沢京介役に田和田秀也さん、料理上手な大学生桜庭いすみ役に田中幸喜さん。これも可愛い話で BL 初心者にもおすすめ作品の一つですね。あらすじ、童顔で身長が低いことがコンプレックスな大学生いすみ。コンビニでバイトをしながら一人暮らしをしている。料理サークルに所属し、どんな食材の組み合わせでもささっと美味しいものを作れるほどの料理の腕前で、友人の傭兵や庄司らからも一目置かれている。新入生歓迎会からの帰り道、ほろ酔いのいすみが一人でいると、そこに警察官の天沢が現れ、年齢確認をされる。学生証を見せて未成年じゃないことがわかると、天沢は酔ったいすみの手を引き、家まで送ってくれるのだった。すると翌日、いすみがバイト中のコンビニに天沢がやってきて、それ以降毎日コンビニにやってきてはおすすめの弁当を聞いてくるように。めんどくさがりながらも天沢の健康を考えた弁当を選んであげるいすみ。天沢の慣れ慣れしい態度にうぜえと思いつつも、飯作りに行ってやろうかと口走ってしまう。いすみは手料理を振る舞うために天沢の家へ行くことになり、というところから始まるピュアな話にニコニコしてしまいます。現在 TVer のほか
FOD や ABC オンデマンドで見られますので、まだ見ていない方はチェックしてみてください。そのいすみ役の田中聖さんが出演する新作ドラマ、家庭教師の騎士ナイトです。これは BL ドラマではなく BL 風味と歌っている作品ですが、シュガードッグライフでいすみ役やワンルームエンジェルの A 君役をやっていた田中聖さんと、彼のいる生活の春菜役、ハッピーオブジエンドのハオレン役だった沢村玲さんとの共演となれば、 BL ドラマ好きであればチェックしている作品でしょうか。さらに永遠の昨日で近江充役だった井上そらさんも出演されています。騎士ナイト役沢村玲さん、高杉徹役田中聖さん、涼介役に井上そらさんほか、全てが美しい王子様度 1000% のスーパー家庭教師騎士ナイトが、バリバリのヤンキー高杉徹に勉強を教える新感覚 BL 風味キラキラ王子様コメディ。喧嘩に明け暮れ学力テスト万年最下位の徹を見かねた母親が読んだ家庭教師は、容姿端麗で所作の全てに気品が漂うスーパー家庭教師騎士ナイト、通称騎士。騎士はバリバリのヤンキーの徹に優しく甘く勉強を教えていく。そして徹は騎士のただならぬ魅力に困惑しながらも、次第に騎士のペースに巻き込まれ人生を劇的に変化させていく。2026年1月5日月曜日から BS 朝日他にて放送開始。楽しそうな作品ですね。 BL 展開はなくても見てみようと思います。他にも現在 TVer ではおっさんずラブも見られるようです。私は以前の動画で個人的にハマらなかった作品として挙げてしまったドラマではありますが、人気の作品なので興味のある方は見てみてください。ざっと見たところこれらの過去作が見られるようになっていますが、他にも見つけた方はコメント欄で教えてくださると嬉しいです。2026年1月スタートの BL ドラマ、親友の同棲してにっていうまで、情報解禁後に思わず投稿してしまったという楽しみな作品です。キャストは絶対に付き合いたい攻め横井湊役に吉沢要さん、絶対に親友でいたい受け中野渡役に雨宮翔さん、源氏部とジェニックからのダブル主演ですね。俺と同棲して無理、好き、感情が表には出ない湊と感情が全て顔に出る渡る、正反対なのに写真という共通の趣味で仲良くなった2人は大学時代に同居していた。湊の就職により同居解消が決まり、渡は恋愛感情を自覚、社会人になり湊と再会してという両片思いから始まるラブコメ。タイトルが全てです。一度は同居を解消し再会した湊に同棲してと迫られ、親友でいたい渡がっていうまでの攻防戦。放送は2026年1月12日月曜日から読売テレビ他にて TVer などの配信でも見られます。楽しみに待ちましょう。原作はロジ先生のコミック。ロジ先生の作品が好きで既読の作品でした。本当に可愛い話です。他にもロジ先生の両片思いの作品といえば青と緑。これは山下誠一郎さん目的に CD を購入、合わせて原作も入手しました。高校時代から大学時代を経て社会人になるまで長年の両片思いをこじらせた2人の愛おしい作品で大好きです。スピンオフ緑の友達、吉田と飯田の話が何それ愛かよ。子育てものにも弱いのでロジ先生の僕のパパとパパの話、これも好きです。できれば愛を綴りたい、これもなかなかにしみる話で好きです。どれもおすすめ。興味のある方はチェックしてみてください。ロジ先生の世界観を実写で見られるのは楽しみです。今日ご紹介した作品は2025年12月現在 TVer で見られる過去作から日だまりが聞こえる、消えた初恋、シュガードッグライフ、おっさんずラブ。2026年1月スタートの BL アニメ異世界の沙汰は社畜次第。 BL 風味ドラマ家庭教師の騎士ナイトです。 BL ドラマはコスメティックプレイラバーシーズン2、親友の同棲してにっていうまで。今年は多くの BL ドラマが放送されましたが、来年もどんな作品に出会えるのか楽しみが続きますね。
楽しみな作品があるという方はぜひいいねで教えてください。チャンネル登録をして皆さんの好きも教えてくださると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。